Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしですか？今回の動画では年に2回のお楽しみ、パリ郊外で開催されるシャトゥのアンティークフェアに参りましょう。このチャンネルを以前からご覧くださっている方にはもうおなじみかもしれませんね。早春と初秋に開催されるもので、アンティーク好きな人々が心待ちにしているイベントです。今回も素敵な出会いや学びがたくさんありました。どうぞ最後までお楽しみくださいませ。パリ市内から向かう場合には LEL の A 線が便利です。この路線は途中から二股に分かれます。サンジェルマン・アンレイ行きの列車の方に乗りましょう。今回の会期は3月13日から22日までの10日間。会期の最初の方は雨だったり寒かったりしたので、私は結局会期の半ばに差し掛かってからようやく行ってみることにしました。そうなんです。このお天気を待っていたんです。ここで降ります。進行方向前の方の車両に乗ると便利です。この階段を降りて改札を抜けて右の方の出口を目指します。するとアンティークフェアまでの無料のナベットミニトレインの案内があります。ナベットは30分ごとに出発します。やってきました。今日は白いミニトレインです。もしもあまりにも待ち時間が長いと感じるようでしたら、ここから歩いて現地まで向かう方法もあります。おそらく十数分で着けるのではないでしょうか。郊外に出かけるときは特にお天気だと気持ちがいいなと思います。セーヌに架かる橋を渡ると会場のテントが見えてきました。中洲の島に降りて行きます。ここは印象派の島という名前がついています。ルノワールの船遊びをする人々の昼食をはじめ、名作の舞台になった場所です。到着しました。アンティークフェアの会場です。今日はウィークデー。会場がなんだかとっても静かです。右に行くか左に行くか。私はいつも何とはなしにこの右側のスタンドに引き込まれてしまうんです。こちらのスタンドの素敵なマダムがいらっしゃいました。これは18世紀のスウェーデンで作られたものだそうです。
この場所がセーヌ川に浮かぶ島ということで、それにちなんだ風景画をここに飾っていらっしゃいます。中に入りましょう。この織物がとっても美しいと私は思いました。18世紀のものと聞いたように思います。このデルフト焼きの壺もいい感じじゃないですか。このスタンドもいつもとっても魅力的で、私は必ず引き寄せられてしまいます。このマダムのスタンドです。品揃えが豊富で本当にセンスが良い。しかもこちらのスタンドのものはお値段がとてもお手頃だと思います。昔のスープの容器で蓋がなくなってしまっているものもこんな風に鉢カバーとして使うアイデア、なかなかいいですよね。マダムによると、目新しいものは初日に随分売れてしまっているようです。オープン前日のプロフェッショナルデー、そして一般公開の初日は買う気満々で来場する人が多いんでしょう。とはいえ、会期半ばの今日でもこんなにたくさんの品々が素敵にデコレーションされています。これもいい感じじゃないですか。エーデルワイスがモチーフになっているのかしら。このカフェオレボールはとても状態がいいと思いました。これらのガラスの器は日本酒をいただくのにも良さそうだと思いませんか。4つセットで15ユーロってことかしら。あら、これがとっても素敵。お値段を見てみると68ユーロとあります。他のガラスの器に比べると高額だなと思いました。でも後で調べてみると、これはモンジョワというガラス工房のもので、アール・ヌーヴォー時代を代表するガラス工芸家が経営していた工房なんだそうです。このスタンドにも私は必ず足を止めてしまいます。こちらのスタンドのものは本当にため息が出るほど素敵なものばかりなんです。今回私が目を留めたのがこちらです。チューリップの花の形をしたカップ。持ち手のところが蝶の形をしています。1820年代、パリのフルーリーという工房で作られたものだそうです。大きいのが850ユーロ、小さい方が450ユーロですって。
un amour qui jardine. キューピッドが花に水をあげているんです。スタンドのムッシュ曰く、週末はものすごい人出だったそうです。かなりのものがもうすでに売れてしまっているんだと思いますが、彼は毎日何かしら新しいものを補充しているのだとか。例えばこちら。Oui, et japonisant. Japonisant, oui. Voilà, Ça c'est Minton. Minton. Ouais. Ça, c'est les revendeurs à Paris. Et vous voyez la marque en creux, c'est ici Minton. Ah d'accord. De Minton. quelle époque? 1880. そしてこちらのスタンド。前回に引き続きシャンタルさんに再会できました。彼女はオービュッソンの織物の元になる下絵を専門に扱っていらっしゃいます。オービュッソンの彼女のご近所さんであるタピスリーの修復家のムッシュと秋に偶然お会いしたことをこのチャンネルでもご紹介しました。ご縁がつながっているような気がしてちょっと嬉しくなりました。彼女自身もこのアンティークフェアで買い物をしていらっしゃいました。ショップカードやパンフレットを入れておくのにちょうどいいと思ってと彼女。確かにこのスタンドによく似合っていて素敵ですよね。ご縁といえば、私はどこかでお会いしたことがあるなと思うマダムをお見かけしました。彼女もおそらく同じことを思ったという表情をされました。そしてお互いにボンジュールと挨拶をしました。そしてそのすぐそばにあったこのオブジェを見て、私はすっかり納得がいきました。昨年の11月、パリのオデオン座界隈で開かれていたフリーマーケットの時に、私はこのマダムのスタンドを訪れていました。その時のことは動画として公開しませんでしたので、今ちょっとここでお見せしますね。このマダムのスタンドでは、特にこのギニョール人形劇のステージが私はとても魅力的だなと思って見せていただいていたんです。今日のこのスタンドはマダムご自身のものではないのですが、少しお手伝いをしてあげているんですね。しかもこのスタンドというのが以前このチャンネルでご紹介させていただいたムッシュのスタンドなんです。Ça, c'est les personnages de la littérature enfantine du début 20e. Non, les Cassines, je vais vous la montrer. Oui. C'est elle. フランス人にとっては国民的と言っても良いほどの有名なキャラクターなんですね。アンティークから学ぶことって本当に多いですよね。そして飲みの市やブロカントに通うようになると、こういったご縁がつながっていくような気がします。
こちらのスタンドにはウェッジウッドですとかとても夢のあるランプシェードがあって、私はとても興味を持ちました。このオブジェ、見事な細工がしてあります。何に使われていたものなんでしょうね。するとなんとこのスタンドのマダムは日本人で、とても親切にいろいろなものを見せてくださいました。花瓶ですごい可愛い。彼女はイギリスをベースにしていらっしゃって、イギリスのアンティークの名品も多く扱っていらっしゃいます。こういうの3つぐらいついててセンターピースになってなりますよね。よくねイギリスで買いました。これはちゃんとついてる。これは200で売る定めですね。あとほらマイセンとかね、そういうのですよね。あ、これはね、それこそ1820年とかなんて昔の人がここにちょっとろうそくとかつけてたのかな。なるほど、これを持って、そうなのかな、ね、持ってそうでしょうね。なるほど。サックとほらつるみたいにしてこの中にろうそく入れてたんですけど、これとても綺麗で。はい、これついになりますね。そう、綺麗。ほら銀でハンドペイントだから、そうするとほらここにほらホールマークが銀のねマークがあるし、そうこれもここもほらタヌキのねあれ黒いとほらおのおのに全部ホールマークがついてますね。知らない世界がまだまだたくさんあるなぁと、アンティークの深淵を少し覗かせていただいたような、そんな気持ちになりました。マダムは本当に親切にいろいろと説明してくださってありがたい限りでした。この器の使い道、皆さんもうお分かりですよね。アスパラガス用の器。これは水切りができるような作りになっていました。このスタンドはどこかのシャトーを訪れたような、そんな印象があります。見事な天蓋付きのベッド、18世紀のものとあります。これはご主人様とお揃いのペット用のベッドですね。スタンドのムッシュが戸棚の扉を開けてくださいました。これは何でしょう。C'est 19e, c'est en opaline et c'est un nécessaire à couture. Là c'est opaline, ça c'est marbre. こちらのスタンドのムッシュも商品の動画撮影を快諾してくださいました。こちらでは一つ一つに産地の名前が記してあるので、すごく勉強になります。これはムスチエですね。これはアノンガマ。フランス各地の名誉のアンティークを走馬灯のように見ている感じがします。まさにマリー・アントワネットの時代ですね。
このガラスケースの中に入っているオブジェがまた見事です。これはおそらくチューリップなどを飾る花器ではないでしょうか。こちらのスタンドもまたいつも本当にセンスがいいなと思います。今回はスタンドのアリスさんが快く迎えてくれました。C'est une panetière. Donc là, vous voyez le blé. En fait, c'était fait pour ranger le pain. Donc celle-là, elle est provençale. Ici, la cassolette qui est typique de la période Louis XVI. Donc là, on est au XVIIIe siècle. Et donc, pour ranger le pain à l'intérieur. Mais ça, c'était super bon. C'est très très beau. これはおそらくビールを楽しむためのセットだそうで、ドイツ製だそうです。これは有名な童話の絵本ですね。こちらのショップカード、on appelle ça des herbiers. Donc ça se faisait beaucoup de faire sécher des plantes. Vous voyez, donc là on note le nom, ça peut être en latin, tout dépend de la personne qui l'a fait. Et ils sont encadrés dans des cadres de style Louis XVI. Et je trouve que c'est très bien pour une cuisine, une salle à manger, un salon et pourquoi pas une chambre. とってもチャーミングなアリスさんでした。さて、私はこの辺りでお昼ご飯にしたいと思います。前回に引き続き、私はやはりこのスタンド、クレープ屋さんを選びました。レモネードと一緒にクレープをいただきます。エネルギー補給したところでもう少し頑張りましょう。やはり私が必ず立ち寄るスタンドがあります。それがこちら。そうです。こちらのマダムのスタンドです。彼女のラインナップの一部をちょっと見せていただきましょうね。私がさっき気になっていたバルボティーヌのお皿をもう一度見ようと思ったら、ムッシュがちょうど手に取ったところでした。結局そのお皿はムッシュがお買い上げ、ちょっとしたタイミングの差なんですよね。でもこれもある意味ご縁っていうものなんでしょうね。私はここでまた思いがけない出会いをしました。なんとお友達のアコさんの姿が見えたんです。アコさんとは
このシャトゥのアンティークフェアに何度か一緒に訪れていました。今回私は自分が行かれそうなタイミングで一人で行ってみようと思っていたので、お友達にはお声掛けしていなかったんです。ところがあこさんもたまたま私と同じ日に来ていたとは、これはチャンスとばかりココナッツアイスクリームを食べながらおしゃべりすることにしました。久しぶりのおしゃべりにすっかり花が咲きました。これはすごいよね。日がすっかり傾いてきました。ミニトレインで帰りましょう。今日私はクレープとアイスクリーム以外にはお財布を開かず手ぶらで帰ることになりました。購入品を期待されていた方にはごめんなさいです。でも今日はたくさんの嬉しい出会いがあり、さまざまな美しいものを目にして私の心はたっぷりと満たされています。最後までお付き合いくださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思われたらどうぞ高評価をお願いいたします。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。コメントもいつもとても嬉しく拝読しております。どうもありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。